おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は質問&リクエストフォームから1点取り上げたいと思います。木材について質問です。高いギターに使われているフレームメープルやバーズアイネックなどは音が良くなると思いますか？見た目は美しくなりますが、普通のメープルとフレームメープルで音が多少なり変わるとしても、向上するとは少し疑問です。あと、ヴィンテージギターは本当に良い音だと思いますか？変化はあれど、音が良くなったと思うのは半分思い込みもあると思います。こういう質問をいただきました。ありがとうございます。最初に結論を言いますと、すごい豪華なトラ木だとか、バーズアイが出た木目のネックと、そうでない普通のプレーンのメープルで、サウンドに差はないと私は思ってます。フレームメープルとか、要は豪華な木目が出た材っていうのは、比較的高額なギター、高いギターに使われる率が多いですよね。で、もちろんそれは材の希少性っていうのもありますし、材自体が高いっていうことも影響してきます。なので、必然的に価格帯が高いギターに使われる率が多いんですね。裏を返せばどういうことかって言いますと、高いギターっていうのはちゃんと丁寧に作られてることが多いんですよ。例えば組み込み一つ取ってみても、非常に手間暇かけて作られてる、丁寧に組み込まれて作られてるっていうことが多いんですね。で、その部分において精度が高い、ギターが作られてきますので、結果として普通のプレーンの、メープルを使った、低価格帯の、ギターよりかは音が最初からいい、ちゃんと精度が出てるっていうことだと思うんですね。素晴らしい木目が出てる材だからいい音がするっていうのは、私はそうは思わないです。昔は、例えば15年ぐらい前の自分、バーズアイとか、要はものすごいギラギラしたような木目が出てる材っていうのは、あんまり良くないよっていうふうに言ってたかもしれないです。で、それはなぜかっていうと、こういう木目が出てる材っていうのは、木の生育の過程の中で、木の繊維とかの密度がちぐはぐと言いますか、違うことによってこういう美しい芽が出るんですよね。それはじゃあ、裏を返せば均一に育ってないっていうことにも言えると思うんですよ。これも割と言われてたことなんですけれど、割とこういうすごい木目が出たメープルのネックとか、そういうものっていうのはすごく変な風にねじれが起きやすいだとか、ものすごく反っちゃったりとかっていうことが多いっていう風に、言われていました。過去形なのか現在もなのかはちょっとわかりませんけれど、例えばすごい木目が出てる材をお預かりしたとして、でそのギターがたまたまネックがすごい変な風にねじれてたりとかっていう風になるじゃないですか。でそういう場合っていうのは結構記憶に残りやすいんですよ。なのでそういうすごい木目が出た材っていうのは反りやすいとかっていう、そういう風な思い込みもあると思うんですね。で今冷静に考えてみると、別に普通のプレーンのネックであったとしても、めちゃめちゃ変な風にねじれてたりとか、ものすごい反り方をしてどうしようもないっていうネックはもう散々見てきましたので、別にトラ木だから反りやすいだとかっていう、そういうことは今考えるとないです。で、ネックに対して音が良くなるなっていう風に思うのは、握った瞬間にものすごく極太のネックってあるじゃないですか。で、そういうネックっていうのは比較的芯がしっかりしていて、ものすごく安定したいい音が出るっていうのは経験上から感じていることです。ある程度そのネックっていうのはしっかり強度というかがないといい音につながらないと思います。
私はですね、そう思ってます。こう言っちゃなんですけれど、某アイメーカーとかね、割と薄いペラペラのネックじゃないですか。で、あれはあれで、ギターのキャラクターがね、割とフロイドローズが搭載されていたりとかっていうギターなので、あんまり問題はないんでしょうけれど、あんまり薄すぎるペラペラなネックっていうのは、生で鳴らした時の感じる振動というか、そういう部分においては、太いネックと比べれば少し劣るかなっていうふうに思ってます。こういう話はもうね、皆さんそれぞれ経験してきたことで意見がね、全然違うことですから、あくまで参考までに捉えてください。はい。で、次はですね、ヴィンテージギターは本当に良い音だと思いますか？変化はあれど、音が良くなったと思うのは半分思い込みもあると思います。これについては、ヴィンテージギターは本当に良い音だと思います。いかに安いギターであったとしても、例えば30年、40年前に作られたヤマハの、FG シリーズのアコースティックギターとか、もちろん合板もあれば、単板もあるのかな？単板もありますよね。なかったかなその辺は置いといて、そういう古いギターでめちゃめちゃいい音がするっていう楽器には結構数多く出会ってきました。同じその合板で今、3万4万とかそのぐらいの価格で売られているアコースティックギター、それと比べてみると同じ合板であったとしても全然音が違うんですよ。でやっぱり、古いギターはすごく枯れたいい音がするんですね。例えばバイオリンの歴史とかを見てみると、ストラディバリとかありますよね。めちゃめちゃ高額で取引されるようなすごい、バイオリン、あれは多分1700年とか多分そのぐらいに作られたものだと思うんですけれど、単純に300年近く経ってるんですよね。ですから、木材も、300年前の300年間かけて、乾燥してきた木材っていうことになります。多分どっかのある時点で、乾燥がもう完全に変化がなく落ち着いた瞬間っていうのはあると思うんですけれど、基本的に木材が、乾燥すれば乾燥するほど楽器として出てくる音っていうのはいい音になるんだと感じてます。さっきアコースティックギターの合板の話とかしましたけれど、これはですね、エレキギターも一緒ですね。古いヴィンテージのギターとか、特にストラトとか、ついこの前1959年製のストラトをねお預かりする機会があったんですけれど、それもですね非常にいい音がしてましたね。これだけね毎日毎日何本も何本もギターいじって何十年も経験してくると、湿ったギターっていうのとそうでないカラッともう乾燥してるなっていうギターって触って瞬間にわかるんですよ。これはねそんなことあるかいなっていう風にね、そういう風に思われるかもしれないんですけれど、これね本当にわかるんですよ。特にアコースティックギターの場合はサウンドホールのこのねあそこに顔を近づけてね、中のこの湿気具合っていうのを感じるだけでそれで分かります。なんかジメッとした感じがするなとかっていうのは弾いてみると全然ならないです。でもう本当にカラッと乾燥したっていう風に感じたものは、弾いた瞬間にものすごいいい音するなっていうのがもうこれ経験で分かってるので、本当にね木材が乾燥すればするほどいい音になるんだと私は感じてます。ちょっと話がそれますけれど、世界中の制作家が新品で制作された段階から、
そういういい音を出すかっていうのをこう日々研究してね、いろいろ制作家の方たちっていうのは試行錯誤しながらこう自分の作品を作っていると思うんですけれど、なんだろうな、単純に板の厚みを薄くすればいいとか、そういうことではやっぱり音はなかなか出ないですね。音量はね稼ぐことはできるんですよ。弾いた瞬間のその出音の音量っていうんですか、それは板厚とかブレーシングのこうあれで、稼ぐことはできるんですけれど、一種独特の枯れた音っていうのはなかなか、あれはだから年月がね成し得ることなんじゃないかなって私は思ってます。いわゆる40年50年経ったギター、ヴィンテージギターっていうのはちゃんとその間に誰かがこう弾き続けてきた楽器なんであれば良い音になってます。で、そのヴィンテージオールドのギターの中にも稀にですね、もう全く弾かれずにもう何十年間もずっとケースの中にしまいっぱなしで弾かれてなかったものっていうのもあるんですよね。で、そういうギターっていうのはいい音がしません。で、ただそういうギターを購入されたっていうお客様がいて、何年2年1年2年とかね、こうガンガンに弾き続けてきて、いざこう2年後にその同じギターをこう弾いてみて確かめてみたことがあるんですけれど、結構鳴るようになってました。まあって言っても、それこそ思い込みかもしれませんけれど、最初に、お預かりしてみた時よりかは結構鳴るようになったねっていう風に感じたのは 2,3 回経験あります。結論としてはヴィンテージギターっていうのは木材そのものが自然乾燥ねしてきた年月っていうのが長いのでいい音はすると思います。はい、そんな感じになります。湖底に沈んだありましたよね。ずっと湖の底に眠ってたこう木材がめちゃめちゃいい音がするみたいな、木材はどうなったんでしょうね、その後。まあそんな話もいろいろありますけれど、こういう話っていうのは面白いですよね。こうそれぞれ皆さん思ってることもあると思いますので、コメント欄にねいろいろぶつけていただけたらと思います。私は結構こうやってねいろいろこうくっちゃべってますけれど、割とサバサバした性格なので、いい音がすれば何でもいいんじゃないっていう、そういう感じですね。はい、ということでした。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。それでは。